ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。共通点はなさそうだけど。早速確認しよう。俺の親父は、トイレに本や新聞を持ち込んで、長居するタイプの人だった。まあ俺はあまり気にしてないんだけど、母親はあまり心よく思ってないんだろうな。という雰囲気を出してた。当の本人はトイレに入ってるから、そんなことは知らないのだが、これは忘れもしない、俺が高校の時の日曜日だった。朝起きて飯食って、俺と母親はテレビに夢中。親父が本を片手にトイレへと入っていく姿が視界に入る。いつもと変わらない日常。10分くらい経った頃だったか。母親が突然席を立ち、電話にだっと向かっていった。何事と思う間もなく、どこかへ電話をかけ始める。私の旦那が倒れてしまいまして。はい、救急車をお願いします。今は意識がなくて、胸を押さえていた様子で。はい、場所はですね。早口で会話をする母親。今、救急車って言った？なんで？誰か具合悪いの？親父か？何かただごとではない雰囲気を感じていると、トイレの方からドンと鈍い音が聞こえた。ちょっと手伝って。電話を終えた母親は、今度はトイレに駆け寄ってドアを開けた。トイレの中で、親父は倒れていた。お父さん引っ張り出して。救急車はすぐ来るから玄関開けといて。わけもわからないまま親父をトイレから引きずり出す。声をかけても反応がない。まさか、と思って確認すると、脈も呼吸もない。俺がパニックになっている間もなく、母親は心肺蘇生をし始めた。まるでお手本のように完璧な手口で、リズミカルに同じ動作を繰り返す。ふと、数日前のテレビで偶然にも心肺蘇生法を、詳しくやっていたことを思い出した。あの時、母親が珍しく食い入るように見ていたっけ。いつもはドラマかバラエティしか見ないのに。そのうち救急車も到着し、親父は緊急搬送された。幸いなことに、親父は心筋梗塞から、何事もなかったかのように回復した。心肺停止でかなり危険な状態だったが、母親の処置が完璧だったので助かった。医者は、奥さんの処置が素晴らしく良かったね。奥さん、救急隊員に向いているのではないですか。と言って笑っていた。確かに最近テレビで見たとはいえ、あそこまで完璧にこなせるのはすごい。そもそもなぜ母親は、熱心に心肺蘇生の番組を見ていたのか。いや見たかったわけじゃないんだけど、なぜか目を離せなくなったのよ。結果オーライだったわね。と軽く言うが、単なる偶然だったのだろうか。そういえば救急車を呼んだ時も、まるで親父が倒れるのを先読みしていたような節がある。前後関係がおかしい。あれはなんというか、ピンときたの。お父さんが大変。って。それで無我夢中でやれることをやっただけなのよ。まさか未来を予知したとでも言うのだろうか。それともこれが、虫の知らせというやつなのか。俺の両親は、やたら被る場面が多くある。食べたいものが一緒だったり、何かを見た感想が全く一緒だったり、たまに昔の家族を撮影したビデオを見ると、両親ともに今も昔も全く同じセリフを言ったのには笑ってしまった。毎日同じもの食べたり、同じ情報を見聞きしてればそうなるよ。と本人たちは当たり前のように言うが、後に大人になってから聞いた話では、親父は母親に生理が来る日がほぼ予想できるらしい。なんじゃそりゃと思ったが、不気味なほどの的中率なのだとか。別にそこまで仲良し夫婦ってわけでもなく、ごく普通に喧嘩とかもしてるんだけど、見えない絆みたいなのを感じて少し嫉妬してしまう。そしてトイレのドアは、
自宅ならば鍵をかけない方が、緊急時には便利だな、と強く思った。まだ音がする前だったよね。お母さんが突然救急車を呼び出すなんて、まるで予知能力みたい。まさに、虫の知らせ、の極致だな。語り手の父親が心筋梗塞で倒れる直前に、異常を察知して完璧な心肺蘇生を行った。たまたま救命番組をテレビで見たんだよね。目が離せなくなっていたのも伏線だろう。医療関係の人が驚くほどの処置で、命が助かったんだよね。すごいよ。普段から食べたいものが一緒だったり、不気味なほどシンクロしてるんだね。長年連れ添ったこともあって、バイオリズムが完全に同調していたんだろう。未来の予兆を本能的にキャッチして体が動いた。不思議で、美しい精神的結合の事例だな。目に見えない強い絆って感じだね。これは、私が小学3年生の時の話です。私は両親と弟、父方の祖母の5人で暮らしていました。近所には祖母の兄、叔父、が一人で住んでいました。祖父は私が生まれる前に他界していたので、おじさんを祖父のように慕っていました。おじさんも私のことを自分の孫のように、すごく可愛がってくれていて、毎日のように家へ遊びに来ては皆で食事をしたり、勉強を教えてもらったりしていました。ある日、おじさんは体調を崩して入院することとなったのですが、それから私に不思議な出来事が起こりました。おじが入院した翌日、私は朝に鈴の音色を聞いて、はっと思い目を開けると自宅の仏壇の前に立っていたのです。その時は、なんで私が仏壇の前に立っているのだろう、と、夢なのか寝ぼけているのかわからず不思議に思っていました。すると突然、仏壇から触ってもいないのに鐘の鳴る音が、チーン、チーン、チーン、と聞こえてきました。我に返り、急に怖くなって慌てて自分の部屋に行き、私は布団に潜り込みました。時計を見ると、明け方の4時を指していました。それからというもの、毎朝、チーン、チーン、チーン、と仏壇の鐘が鳴る音がして、目を開けると、仏壇の前に立っている夢を見るようになりました。さらに夢の中で仏壇の前に立つ私の前へ光が現れるようになり、その光の中に誰かがゆらゆらと揺れているのです。毎日同じ夢を見て、人影は次第に、はっきりと見えるようになってきました。ですがそれは私が見たこともない女性で、心当たりもありません。夢を見た後は必ず目が覚め、時計を見ると朝の4時でした。それから数ヶ月後、私が起きて1階に降りると祖母が、おじさんが急変して、最後に、〇〇ちゃんに会いたい。って、と泣きながら話をしてきて、おじさんが亡くなったとわかりました。おじさんが入院してからは結局会うことができず、そのまま旅立ってしまったことが、悲しくて仕方ありませんでした。お見舞いに行きたかった。おじいちゃんに会いたかった。と、私も涙を流しました。おじさんがこの世を去った時間は朝の4時だったそうで、私が夢を見ていた時間と偶然なのか、わかりませんが、一緒でした。そしておじさんのお通夜の時、私は両親たちと、おじさんが安置されている場所に行った時に、あっ、と声を上げてしまいました。おじさんが横たわっている横の壁に、観音様の掛け軸がかけてあったのですが、その掛け軸の観音様が私が夢の中で見た、光の人影とそっくりだったのです。家族は、どうしたの？みたいな顔をしていましたが、私はこの観音様が、おじさんの死を夢の中で、私に教えてくれていたのかもしれないと思いました。しばらく私たちはおじさんを囲みながら、泣いていました。私は一人でも病院に行けばよかったと後悔し、心の中で、おじさん、会いに行けなくてごめんね。と何度も謝っていました。
するとそのうち、両親や祖母や、おじさんのお友達がざわつき始めました。なんだろうと思っていると、壁にある観音様の掛け軸を指さして驚きの声を上げています。信じられない話なのですが、なんと観音様の目から涙が流れ出ていたのです。今でもこの現象は謎のままなのですが、私は子供ながらに、きっと、おじさんが私の心の声を、天国から聞いていたのかなと感じ、今でもそう思っています。おじさんが亡くなってからは、仏壇の前に立つ夢を見ることはなくなりました。その代わり、毎日仏壇に手を合わせて、おじさん、行ってきます。と心で話しながら出かけるのが、私の日課となっています。光の中の、綺麗な観音様みたいな存在。おじが亡くなったのが、ちょうどその時間だった。魂の化身、あるいは彼を迎えに来た本物の仏様かもな。お通夜の席のことも不思議だったね。心の中で謝ったら、掛け軸の目から涙が流れたって。孫同然の彼女に最後の一別をくれるため、観音の姿を借りて夢に現れていたということかな。そして通夜で彼女の純粋な謝罪の念が届いた瞬間、旅立つおじの感涙が掛け軸の目から溢れ出たんだ。子供の純粋な気持ちが、おじいちゃんにちゃんと届いたんだね。後悔に沈む幼い少女を慰め、安心させるためだろうか？死者からの最後の優しいメッセージだな。私はおそらく幽霊を見たことがあるのですが、自分でも信じられず、ただの見間違いではないかと言われれば、言い返すこともできません。それでも私が見たありのままの事実を、お話ししたいと思います。当時、私は娘の A と一緒に、近所の公園で遊ぶのが日課となっていました。その町に来てから4年ほどしか経っていませんでしたが、夫の話では10年ほど前から急速に進んだ都市計画により、多くのマンションが立ち並ぶ地域となったのだそうです。娘との公園遊びは楽しいものでしたが、同時に不安がありました。というのもここ1ヶ月くらい、近くのマンションの一室から私と同じくらいの年の女性が、公園の様子をずっと眺めていることに気づいたからなのです。女性は赤い服を着ていたので、見られていると嫌でも目につきます。夫にそのことを話したのですが、気にしすぎだよ。と言われるだけで相手にもされません。実際、その赤い服の女性は、景色をただ見ているだけなのかもしれません。ですがそれがちょうど、私たちが公園にいる時間と同じだということに、妙な胸騒ぎを感じていました。そんなある日、いつものように公園へ行きマンションを見上げると、赤い服の女性はいませんでした。ほっとしつつも警戒を怠らずにいると、いつも女性がいる部屋に紺色の服を着た、若い女性が動いている姿が見えます。なぜ違う人がいるのだろうと思っていると、その紺色の服を着た女性がマンションから出てきて、こちらに向かって歩いてくるのが見えました。どうしても気になった私は、娘の安全を横目で確認しつつ、公園近くに寄った彼女へ思い切って声をかけてみました。冷静になって振り返ると、私は彼女にとって、不審者そのものだったかもしれません。駆け足で乱れた呼吸のまま、すいません。と言って呼び止めると、彼女は面食らったような顔で振り向き立ち止まりました。話を聞いてみると、その方は部屋に住んでいる女性と、同じ会社で働いている後輩だと言います。最近1ヶ月くらい、部屋からその先輩が、赤い服を着て私たちのことを見てくるのですが、なぜ見てくるのか、心当たりありませんか？私は率直に疑問を投げかけました。すると思いがけない言葉が返ってきたのです。先輩は、1ヶ月前くらいに、部屋で首吊り自殺をして、亡くなったんですよ。その先輩は、1年ほど前に参加した婚活パーティーで、
知り合った男性と良い仲になったそうなのです。ところが突然相手から振られてしまい、覇気がなくなってみるみる痩せ細っていき、ついには仕事にも来なくなってしまったと言います。先輩は身内もおらず連絡も取れないため、心配した会社の方が部屋を訪ねて鍵を開けると、彼女の遺体を発見したのでした。今日来たのは、立ち退きや葬儀等の打ち合わせがあったようです。それを聞いて、私はおかしな点に気づきます。私が見た赤い服の女性は、部屋で人知れず亡くなっていた。先輩は、間取り的に窓から見えない位置で、首を吊っていたそうです。では、私が見た赤い服を着た女性は一体、赤いワンピースは、先輩のお気に入りの服だったと、後輩の方は言っていました。不可解な状況に、私の頭は混乱します。するとその時、急に娘の悲鳴が聞こえ我に返りました。娘の方を見ると、滑り台の頂上の柵から身を乗り出し、今まさに頭から転落しようとしている瞬間でした。私は大声を上げて駆け寄るのが精一杯。娘の近くには誰もおらず、絶望的な状況です。ああ、誰か助けて。そう強く念じた瞬間、私は見たのです。娘の頭が地面につこうかという直前、突然パッと赤い服の女性が現れ、娘を抱きしめて地面へ横に下ろしました。娘は何が起きたのかわからない様子できょとんと座っています。私は娘を抱きしめ、そばに立つ赤い服の女性へ、ありがとうございます。とお礼を言うと、その女性は、にっこりと微笑みながら消えてしまいました。この様子は後輩の方も見えていたようで、先輩、子供好きだったから、と、涙ながらに話していました。その後、行われた先輩の葬儀には家族で参加しました。全く縁もゆかりもない私たちではありましたが、お礼を言わずにはいられなかったのです。その後は二度と、赤い服の女性を見ることはありませんでした。娘を助けてくれた恩人ですから、きっと天国で幸せになっているのだと、私は信じています。話を聞くに、窓からは絶対に見えない位置で、亡くなっていたらしいが、赤いワンピース姿だけが毎日外から目撃されていた。滑り台から頭から落ちそうになった娘さんを、突然現れたその赤い服の女性が受け止めて、横にそっと下ろしてくれた。彼女は失恋で傷ついて命を絶ってしまったが、子供好きで根は優しい女性だった。そう語られていたな。そもそも、なんで滑り台から身を乗り出してたの？何か気になることがあるのか？この女の人がやったわけじゃないだろうけど、他の何かが娘さんを落とそうとしたり。考えすぎかな。なるほどな。この例の自作自演もしくは、他の悪霊が落とそうとしたところを助けたか、そういうことを考えているのか。最終的に娘さんが怪我をしていないから、そこだけは救いだったね。毎日公園を眺めていたのは呪うためではなく、微笑ましい日常に憧れていただけかもな。カノンは気づいていないかもしれないが、今回は霊や怪異が出ていない話があったな。ほんとだね、最初のお話にはお化けがいない。もっといい表現を選べなかったのか。いつも見聞きしているお話のせいで、ちょっと麻痺しちゃってるんだけど、怖い話の向こう側には今回みたいに、優しい思いが隠されていることもあるんだね。恐怖は関係性の歪みから生まれるが、強い愛や感謝があった時には、奇跡の守護へと姿を変える例もあるということだ。なんだか今回のお話は怖いって感じじゃなかったね。その通り。今回は後味の良い不思議な話、だそうだ。納得だね、今日は安心して眠れそうだよ。それはどうかな。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。